こんばんは。この静かな夜に一つのテーマを深くゆっくりと旅してみたいと思います。皆さん、東京のあるいは今ご自身がいるその街のアスファルトの下ってどうなっているか想像したことありますか？実はですね、私たちの足元には今も静かに流れ続けている見えない川があるかもしれないんです。今夜はそんな都市に隠された地下の水脈、暗魚をめぐるちょっと不思議な旅にご一緒したいと思います。都会の街を歩いていると、ふと、あれと思って足を止めてしまうような道に出会うことってありませんか？周りは5番の目のようにまっすぐな道ばっかりなのに、なぜかその道だけがまるで川の流れみたいに緩やかに、そしてなんだか不自然にカーブを描いている。誰かが意図してデザインしたとはちょっと思えない、あの不思議な曲線の正体、一体何なんでしょうね。実はあの道こそがかつてそこに川があったっていうことを示す都市に残された記憶の痕跡なんですね。今日はこの景色に隠された謎を一緒に解き明かしていきましょう。その謎を解く鍵がこの言葉なんです。暗渠。暗渠と読みます。もしかしたら初めて耳にするという方も多いかもしれませんね。でもこのちょっとミステリアスな響きを持つ言葉こそがあの不自然な道の正体、そして東京という都市が隠してきたもう一つの顔を解き明かすための、言ってみれば大事な鍵になってくるわけです。ではその暗渠って一体何なのか。一言で言ってしまうと蓋をされた川のことなんですね。ここに海峡という言葉がありますけども、これは私たちが普段目にするような水面が見えるオープンな川や水路のこと。暗渠はその反対の言葉なんです。何らかの理由でコンクリートで蓋をされたり、完全に地下に埋められたりして、私たちの目から見えなくなってしまった川や水路、それが暗渠なんですね。例えばですね、あの有名な渋谷のスクランブル交差点。実はあの真下にも今も渋谷川っていう川が暗渠として流れてるんですよ。そうなんです。そう考えると、ちょっとだけいつもの街の景色が違って見えてきませんか？ここでちょっと漢字の話をさせてください。暗渠の渠っていう字。これがまた非常に興味深いんですよ。もちろん人工の水路っていうのが第一の意味なんですけども、この漢字実はもう一つ頭、つまり集団のリーダーとか首領を指す意味も持ってるんですね。これ偶然じゃないんです。古代の社会では水を治めること、つまり治水っているのはその土地の支配者にとって最も重要な仕事でした。洪水を防いで農業のための水を確保する。まさに水を制する者が人々を、そして土地を制したというわけです。そう考えると暗渠という言葉がただの暗い水路っていうだけじゃなくて、都市をコントロールしようとした人間の意志とか、かつての権力の痕跡とか、もっと深い意味合いを帯びてくるように思えませんか？言葉の奥に壮大な歴史が隠されている。いやー、面白いですよね。では、なぜそれほどまでに重要だったはずの川が私たちの目の前から姿を消してしまったんでしょうか？かつての江戸、そして東京はまさに水の宮だったわけですよね。物資を運ぶ船が行き交って、人々は川で洗濯をして、子供たちは水遊びをする。そんな水と共に暮らす豊かな光景がそこにはありました。そんな町の地脈ともいえる川が、どうしてわざわざコンクリートの下に隠されなければならなかったのか。そこには、都市が近代化していく中で経験した光と影の物語があるんです。その歴史的な背景に少し時間をかけてじっくりと迫ってみたいと思います。その大きな転換点になったのが第二次世界大戦の後なんです。戦後の東京はものすごいスピードで復興して人口が爆発的に増えました。でもそのスピードに下水道みたいなインフラの整備が全く追いついてなかったんですね。その結果どうなったか。各家庭から出る生活排水、それから工場から出る汚水が何の処理もされないまま、かつては美しかったはずの川へ直接流れ込むようになってしまったんです。ちょっと想像してみてください。夏場にはもう強烈な悪臭が立ち上って窓も開けられない。蚊とかハエが大量に発生して伝染病の温床になってしまう。人々にとって川はもう癒しの存在なんかじゃなくて、生活を脅かす厄介者、忌み嫌われるドブ川になってしまったんです。美しい水の都はこうして衛生と効率を優先する陸の都へと姿を変えざるを得なかった。
これは都市が生き残るための苦渋の選択だったのかもしれないですね。そしてですね、この川の暗渠化を決定的かつ劇的に加速させたのが1964年の東京オリンピックだったんです。当時日本中が高度経済成長と国際舞台への復帰に沸き立っていましたから、世界中から来る人たちに美しい東京を見せたいという強い思いがありました。でもドブ川のあの悪臭はそのイメージにとって最大の障害ですよね。そこで考えられたのが、そうだ、川に蓋をして匂いを封じ込めてしまえばいいと。さらにその上を道路にすれば見た目も良くなるし、交通渋滞も緩和できる。まさに一石二鳥だったわけです。しかももともと川は公有地ですから、用地買収の手間もコストもかからない。このオリンピックという大義名分の下で、渋谷川や神田川のたくさんの支流がまるでもうそこには何もなかったかのように次々とコンクリートの闇へと葬られていったんです。これが後に大暗渠化時代と呼ばれる時代の本格的な幕開けとなったわけですね。ここにその時代の生々しい記憶を今に伝えている場所があります。江東区を流れていた油堀川の跡地です。この川はですね、1974年に首都高速9号線を作るためにそのほとんどが暗渠になりました。で、今その首都高の高架化を歩いてふと見上げてみると、そう、この写真のようにコンクリートの橋脚の足元に明らかに時代の違う石積みの護岸がまるで取り残されたみたいにそこにあるんです。車の騒音が響き渡るいかにも現代的な空間にポツンと存在する数十年前の川の記憶。川という自然が巨大なインフラに飲み込まれていったその瞬間がまるで冷凍保存されているかのような本当に不思議な光景です。もしお近くに行かれる機会がありましたら、ぜひ探してみてください。さて、ここまでは暗渠がどうして生まれたのか、そのちょっと切ない歴史をたどってきました。ですがここからは視点をガラッと変えて、もっと楽しいお話をしましょう。というのも、消えてしまった川はもう二度と会えないわけじゃないんです。注意深く街を観察すれば、川たちが残したサイン、言ってみれば置き手紙みたいなものを今でも見つけることができるんですね。さあ、ここからは皆さんも都市の探偵になって、街に隠された暗渠のサインを読み解く冒険に出てみませんか？そのためのヒントをこれからご紹介していきますね。はい、こちらがいわゆる暗渠ハンター、暗渠たしなみの達人たちが頼りにする探偵の道具箱です。まず最もわかりやすいのが最初にお話しした不自然に蛇行する道。そして地形ですね。歩いていて急に道が下り坂になってまた上り坂になるような V の谷。こういう場所はかつて川が流れていた可能性が非常に高いです。それから意外なところでは銭湯。銭湯は大量の井戸水を使いますけど、昔は川の伏流水、つまり地下に染み込んだ川の水が豊富な場所に作られることが多かったんですね。他にもなぜか一直線に並んでいるマンホールの蓋とか、行き止まりの先に遊歩道が続いているとか、こういう視点を持つだけでいつもの通勤路とか散歩道が全く違う景色に見えてくるはずですよ。まるで街が隠した秘密を解き明かす宝探しみたいですよね。数あるサインの中でもやっぱり一番わかりやすくて、そして見つけた時に感動するのがこの蛇行する道ですね。考えてみれば当たり前なんですけど、近代的な道路っていうのは効率を重視してできるだけまっすぐに作られます。でも、もともとあった川の上に道を作るとなると、その川が自然に地形を削って作り出したあのくねくねとした流れをそのままなぞるしかないわけです。だから、まっすぐな区画の中にそこだけ時が止まったかのようにゆったりとしたカーブが残る。アスファルトの下には今もかつての川の記憶がその流れの形のままはっきりと刻み込まれているんです。この緩やかなカーブはまさに川の亡霊がアスファルトの中に閉じ込められた化石のようだなんて思うと、なんだかすごく愛おしい見えてきませんか？さあ、もう少し探偵の目を鋭くしてみましょうか。道端にガードレール代わりになぜかポツンと立っている古めかしい石の柱。ただの車止めかななんて思っていたら、よく見ると凝った装飾がしてあったりする。それはかつてそこにあった橋の親柱、つまり橋の入り口にあったメインの柱が役目を終えた後もその場に残り続けているのかもしれません。あるいは古いお宅のへの土台部分、
なぜかそこだけ周りのブロック塀とは違う大きな石や古びたコンクリートでできている。これもかつての川の護岸をそのまま家の土台として再利用しているケースが結構多いんですよ。こうして町の部品として第二の人生を送っている過去の遺物たちが、そうだよ、昔ここには川があったんだよって私たちに静かに語りかけてくれているんですね。そして暗渠ハンターにとっていわば宝の地図とも言えるのが足元にあるマンホールの蓋です。これは単なる鉄の蓋じゃないんです。私たちがいるこの地上と地下に隠された川の世界とをつなぐ唯一の扉であり、唯一の接点なんですね。で、私たちが注目すべきはその蓋のデザイン。今度道を歩くときにぜひ足元を見てみてほしいんですが、マンホールの蓋にはよく下水とか汚水って文字が書かれていますよね。でも暗渠になっている道だとその下水の文字がなくて、代わりに自治体のマークとか昔の町のマークだけがデザインされたちょっと古いタイプの蓋が見つかることがあるんです。これはそこが汚水を流すために作られた下水道じゃなくて、もともとは雨水とかもっときれいな水を流すための川だったんだよということを示す非常に有力なサインなんですね。足元の蓋一つがその土地の歴史を雄弁に物語っている。そう思うとマンホールを見る目もちょっと変わってきませんか？さて、ここまで暗渠の探し方、その物理的な側面を見てきました。でもここからは少し視点を変えて、なぜこの暗渠という存在が私たちの心をこれほどまでに引きつけるのか、その精神的な側面について少し深く考えてみたいと思います。なぜ私たちはこの見えない川にこんなにも心を惹かれるんでしょうか。そのヒントはもしかしたら文学の世界にあるかもしれません。例えば作家の村上春樹さんの小説。彼の作品には主人公が井戸に降りたり、地下通路をさまよったり、地下空間に入っていく場面がよく出てきますよね。あれは主人公が自分自身の心の奥底、つまり無意識の世界へと旅立つためのすごく重要な入り口として描かれています。そう考えると、この暗渠というのはまさに都市に張り巡らされた水平に伸びる井戸のようなものと言えるのかもしれません。普段私たちが生活している理性的で整然とした都市が意識の世界だとすれば、その足元を私たちの知らないところで絶えず流れ続ける暗渠は都市が隠した無意識の世界。だからこそ私たちはその見えない水の流れに自分たちの心の奥底にある記憶とか言葉にならない感情を重ね合わせて想像力をかき立てられるのかもしれませんね。こういう感覚は何も現代の私たちだけのものじゃないんですね。日本の詩歌の世界でも暗渠は昔から人々の心を捉えるテーマでした。例えばある短歌では暗渠のことを火薬庫と表現しています。普段は見えないけれど大雨が降ればマンホールから水を噴き出す、その爆発的な力を秘めていると。またこちらの俳句はさらにその情景が目に浮かぶようです。街は暮れて足元寒き暗渠や。夕暮れ時、周りの景色がだんだんと闇に溶けていく中で、ふとアスファルトを通して足元からひんやりとした冷気が伝わってくる。その時に、ああ、この下に水が流れているんだなと見えない暗渠の存在を肌で感じる。この句が伝えている寒さっていうのは単なる気温の低さだけじゃないんでしょうね。どこかこの世ならざるものに通じているような神秘的でちょっとゾクッとするような冷たさ。それが暗渠の持つもう一つの魅力なのかもしれません。暗渠という言葉を聞くだけで異様な興奮を覚えるという人がいます。この気持ち、なんとなくわかりますか？それはただ古いものへのノスタルジーというだけではないと思うんです。私たちが毎日歩いている清潔で安全できれいに管理された現代の都市、その完璧に見える世界のほんの数メートル足元にコントロールしきれない自然の力とか、私たちが忘れてしまった歴史の混沌が今も脈々と息づいている。このギャップに私たちはある種の恐れと、そしてこうあいがたい魅力を感じてしまうんじゃないでしょうか。だからこそ暗渠を探す旅は日常の裏側に隠されたもう一つの東京、あるいは都市の無意識に触れるスリリングな冒険になるんですね。東京の地下にかつての川が今も流れ続けているように、もしかしたら
これを聞いているあなたの街の、そしてあなたの家のすぐそばの道の、その下にも、まだ誰も知らない、見えない歴史が静かに流れているのかもしれません。次に外を歩くとき、ほんの少しだけ足元を意識してみてください。マンホールの蓋のデザインを、道の緩やかなカーブを、そこには思いがけない物語の入り口があなたを待っているかもしれません。今夜の見えない川を巡る旅はこの辺で、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。どうぞこの後も素敵な夜をお過ごしください。